どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回紹介する内容なんですが、富士フイルム XE4 にこの XC1545 っていう小さいレンズをつけて動画を撮りやすいかどうかっていうことの検証をしてきたので、検証というか、子供と一緒に公園に行って普通に撮って遊んだだけなんですけど、日常動画を撮りやすいかどうかっていうことについて考えてみたので、そのことについての結論と実際に撮ってきた動画について紹介していきたいと思います。今回なんですけど、他の動画でも結構言ってきてるんですけど、 XE4 っていうカメラは、ファンクションボタン、ここのファンクションキーが7つあるんですけど、ボタンとタッチファンクションと合わせて7つあるんですけど、そこに、動画レリーズっていうボタンを割り当てることができるんですけど、その動画レリーズっていうのは写真モードのまま動画を撮ることができる。ワンタッチで僕の場合だったらここに動画レリーズを割り当ててるんですけど、これを押すだけで動画を撮影することができるんですよね。富士フイルムのこういうコンパクトなカメラ X100V とか XE4 の場合だったら、ここのドライブボタンっていうのがあるんですけど、切り替えスイッチとかじゃなくて、ここのボタンを押して動画モードにする必要があって、結構面倒くさかったりするんですよね。それをこの写真モードのままモードを切り替えることなくワンタッチで動画を撮影することができるっていうのがものすごく便利で、 XE4 ってもしかしたら動画も撮りやすいんじゃないかなっていうふうに考えたんですよね。この動画レリーズボタンで動画を撮影すると全てがオートになってしまうので、限られたシーンしか撮影できないというか、 Vlog とか日常動画とか、友達と旅行に行った時の動画とか、そういったプロ向けじゃない普通のiPhone で撮るプラスアルファちょっと綺麗な動画みたいな感じで撮ることしかできないんですけど、そういったシーンだったら僕の家族動画とかだったらめちゃめちゃ合うので、もしかしたらいいんじゃないかなというふうに思ったんですよね。ただXE4 にはボディ内手ブレ補正がついていないので、レンズ側に手ブレ補正をつける必要があったので、今回 XC1545 っていう、15mm 広い広角から標準域ぐらいまで撮れるレンズをレンタルしてみたっていう感じです。でこの XE4 に今回つけている XC15mm から 45mm のレンズなんですけど、これはレンズ内手ブレ補正が3段分ついてまして、動画を撮るんだったら絶対に手ブレ補正は必要だと思うので、どれぐらいその手ブレ補正が効くのかどうかっていうところも見てきたんで、ちょっと動画を見ていただくだけにはなるんですけど、紹介していきたいと思います。そろそろ結論を言うと、3段分の手ブレ補正がついていたらそこそこ撮れますね。ただこれが仮に大きいレンズだったとしたらすごく厳しいなというふうに感じました。なので僕的には例えば XF18mm から 55mm ってあったっけな、あったと思うんですけど、そういうすごい大きめのこれぐらいのズームレンズとかあったと思うんですけど、そういうのだったら多分 XE4 につけたらもうめちゃめちゃブレると思います。仮に XE4 で動画を撮るんだとしたら、今の時点で富士フイルムのレンズロードマップを見た感じだと、この XC1545 っていう手ブレ補正がついた 160g ぐらいだったかな、めちゃめちゃ軽いレンズなんですけど、これがベストなんじゃないかなと僕的には思ったりしております。写真モードのまま動画も撮れるっていうことは、動画も撮れるし写真も撮れるっていうことなので、本当に動画を撮りながら今写真撮りたいと思ったらすぐ動画をやめて写真を撮ることもできたんですよね。写真と動画同じようなシーンを結構収めることができるので、すごくいい機能なんじゃないかなと思ったりしてます。なのでXT4 は動画切り替えスイッチっていうのがついてるんですけど、それで切り替えるよりももしかしたら早いんじゃないかなって思いました。この簡易的な動画にはなるので、できることできないことっていうのがあるのでちょっと紹介したいと思うんですけど、XE4 はブレ防止モードっていうのが備わってるんですけど、ブレ防止モードは使えます。これを写真側のマイメニューにも割り当てておくとしっかり使うことができるので、そこの設定はしておいた方がいいかなと思います。あと F ログ撮影なんですけど、この写真モードの動画レリーズボタンで動画を撮るときは F ログ撮影はできません。であとはハイスピード、スローモーションなんですけど、これはできます。ただそんなに使わないかなって思いますね。僕ファンクションキー、タッチファンクションに割り当ててるんですけど、知らないうちにずっとスローモーションになってたんですけど、正直それはちょっとショックでしたね。だからもう日常動画向けでこれを撮るんだったら、ハイスピードは置いておかない方がいいかなと思いました。
ちょっと僕の場合だったらこういう風に YouTube を撮ったりするんで、スローモーションを使う機会とかもあったりするので、ちょっと一応ファンクションキーに割り当てていたんですけど、日常動画しか撮らない方は、すぐに使えないようにしておく方がいいかなと思いました。AFC の設定なんですけど、これも全然いけますね。この動画レリーズボタンを使って動画を撮影した時っていうのはもう勝手に AFC モードになってくれるので、その時には AFC の設定がやっぱり適用されていないといけないなとは思ってたんですけど、被写体別のAFC モードの設定っていうのができるんですよね。なので子供向けだったら速い被写体向けの AFC モードみたいな感じの設定もできるんですけど、そういうのもこの写真モードの時も設定できるので、マイメニューに AFC カスタム設定っていうのを割り当てておけばすぐに変更することが可能です。あと動画向けの設定をいくつか紹介したいと思うんですけど、 XE4 で動画を撮るために、設定をいろいろ決めてるんですけど、まず1つ目が下スワイプで顔検出モードオンオフっていうのを切り替えられるようにしていて、 YouTube 用に動画を撮る時もあるので、右スワイプでフル HD のハイスピードスローモーションですね、これを割り当ててます。マイメニューのところに AFC カスタム設定、これをすることによって急に現れる被写体向けとか急加速する被写体向けとか、子供だったらこれですね、3番とかにしたりしてます。あとは感度を低め160とかにしておきたい場合の方が多いので、ダイナミックレンジを 400% に上げておくと、ISO がオートで640になってしまうんですよね。これは 100% にするために、ここに置いてます。あとはブレ防止モードなんですけど、今回の XC1545 っていうこのレンズの場合だったら手ブレ補正が効くので、ブレ防止モードをオンにできるようにしてます。あと一番大事なところ忘れてたんですけど、ファンクションキーの設定で操作ボタンダイヤル設定のところからファンクションメニューで2番目にここの設定ができるんですけど、ここに動画レリーズっていうのをファンクションキーのどこかに割り当てておくと、動画をすぐ写真モードのまま使えるようになります。設定についてはこんな感じですね。めちゃめちゃ簡単に動画を撮ることができるようになるので、すごくラフに動画を撮りたいなと思っている方にとっては、この設定動画レリーズボタンで動画を撮ることができるのはすごくいい機能なんじゃないかなと思います。僕は初めて XE4 の動画を出した時にもう完全に写真向けのカメラっていう風にお伝えしてたんですけど、実際この機能を使わなかったらもう本当に写真に特化したカメラかなとは思うんですけど、こういう使い方もすごく楽しいんじゃないかなと思います。やっぱりコンパクトなので動画もすごく撮りやすいですし、正直 XT4 よりも、片手で撮るんだったら全然楽なんで、グリップはないですけど、こんな感じでストーンとなってるのでグリップはないんで持ちにくいかと思うんですけど、やっぱ軽いってすごいいいんですよね。もう軽いだけで撮りやすいし、持ち出しやすいし、すごく撮りたくなるというか、今回こういう機能を使い始めて、こういう動画レリーズの機能を使い始めてめちゃくちゃ思ったんですけど、僕の個人の意見なんですけど、富士フイルムのレンズロードマップを見ると OIS レンズっていうのがあるんですけど、 OIS っていうのは手ブレ補正、レンズ側の手ブレ補正なんですけど、これがあるレンズって単焦点レンズだったら XF80mm かな、マクロなんですけど、それしかないんですよね。富士フイルムって単焦点結構押してると思うんですけど、ズームレンズの方には OIS はついてるんですけど、単焦点全然ついてなくて、それもこだわりの一つなんだと思うんですけど、機能よりも写りっていうことにこだわっているのかなとも思うんですけど、ちょっと思ったのは、コンパクトな単焦点レンズで、ちょっと手ブレ補正がついているのがもし出たらすごい嬉しいなと思いました。こういう動画レリーズが出たからこそすごく生きる機能だと思うので、もしよかったら出してもらえたら、富士フイルムで動画をラフに撮る方、 Vlog でも使えるようにもなると思うので、出てくれたら嬉しいなと思いました。XC レンズでこれ全然いけるんですけど、軽いとはいえやっぱちょっとこの見た目的にねでかいんで、ここまで出るとやっぱ結構目立つっちゃ目立つんですよね。なのでどちらかというとやっぱり僕も単焦点が好きなので、単焦点レンズで OIS レンズぜひお願いします。あと動画モードに切り替えずに
写真モードのまま動画リリースボタンで動画を撮るメリットっていうのがもう一つあるんですけど、それが、写真モードだったらここに C1、C2 とかこうやって設定をすることができるんですけど、カスタム登録っていうのができるんですけど、これを動画モードの時はXE4 は設定することができないんですよね。だからあらかじめ登録しておいた設定を一つだけしか使うことができないんですけど、この写真モードのまま動画を撮ることによって設定を変更したら、この設定がこの色味とかシャドウとかの感じとかそういうのを適用して、動画を撮ることができるんですよね。だからXE4 の場合だったら多分この写真モードの方がシーンごとにこのあった設定で動画を撮りやすいかなというふうに思います。写真と同じ色味で撮ることができるので、動画と写真連続して撮ったとしても同じような色味で撮ることができるんですよね。だからこれすごいいい機能だなと思います。という感じで、今回は、作例も見ていただきながら紹介してきたんですけど、もう一度結論を最後にお伝えしておくと、この XC レンズの3段分の手ブレ補正があれば富士フイルム XE4 でもしっかり動画を撮ることができるということが分かりました。ただちょっと無茶な撮り方をしたら僕走ったりもしたんですけど、そういう時はやっぱりすごいガタガタな動画ブレたりするんで、上下の動きっていうのには全然やっぱり弱いんで、そういうのはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。例えば、立ってこうやって手ブレ補正がついてないカメラってこう立ってこう持ってるだけでもこうちょっと揺れてると思うんですよね。そういうのは結構抑えられるかなと思いました。なのであんまり激しい動きをせずに、子供が遊んでる時にちょっと普段の iPhone で撮る動画とかスマホで撮る動画みたいにこうゆるく撮ったりするような時に結構おすすめかなと思います。室内とかで撮るんだったらそんな激しい動きをしないと思うので、めちゃめちゃ使いやすいかなというふうに僕は感じています。 XE4 その点を踏まえてもめちゃくちゃいいカメラかなっていうふうに最近めっちゃ思ってるんですよね。なので本当におすすめのカメラですね。可愛いし小さいし、もう小さいだけでもう持ち出しやすい、もう今日これ持っていこうってなりやすいカメラなので、もうそれだけでいいですね。でしかも写真も動画も撮りやすくて、でレンズも、小さいレンズだったら本当に使いやすいですし、たまにマニュアルのレンズをつけたりして遊んでスナップとかもやりやすいし、本当にいいカメラだなと思います。 XE1、E2 とかも使ってたことはあるんですけど、何を求めるかな、もう本当にこれ完成形じゃないかなと思いますね。 XE3 はちょっとどうだったのかは僕は分かんないんですけど、E1、E2 までしか使ってなかった僕としてはものすごい進化で、ファインダーはちょっと小さいですけど、本当にこのカメラおすすめですね。X100V もめっちゃいいんですけど、その辺もちょっとまた、X100V と XE4 どっちがいいかとか、どっちがいいかってどっちもいいんですけど、その辺もちょっとお話できればいいなと思います。それでは今回はこの XE4 と XC レンズをつけて動画を撮りやすいかどうかっていうことについての検証をしてみました。もしよかったら参考にしてみていただければ嬉しいなと思います。富士フイルムでラフに動画を撮りたいと思っている方も、もし興味があればお試しいただければなと思います。一応僕的には全然撮れますよっていう感じではあるんですけど、あんまりそのめちゃくちゃ手ブレ補正が効くわけじゃないので、そこだけは注意して、検討してみていただければなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。